ここもベンチがありまして、おはようございます。サンクのとしです。今日は和歌山県岩出市根室歴史の丘に来ておりまして、これから根室山元気の森のコースを紹介していきたいと思います。このコースは視聴者さんにですね教えていただいたコースですんで、ちょっとねヤマップで調べながら行こうと思います。それでは行きましょう。こちら和歌山県の議事堂をこちらに移築復元したものだそうです。それではスタートしていきます。まずは根室寺目指していきます。歩行者はこちらへ。確か今日はヤマップの計画では8キロ弱ぐらいのコースですね。8キロ弱ぐらいです。そんなにね長くないコースなんで、ぜひトレラン初心者の方にも挑戦してもらいたいコースですね。こちら根室寺到着しました。大政不動明王かな。ここを左の方に入っていきます。こちらに案内板ありますね。根室元気の森ハイキングコースはこちら。ここに鐘があるのか。こちらに案内図がありますね。お寺の裏からすぐトレイルになりましたね。ちょっと分岐になってて案内板ないですけど、ここを右の方に進んでいきます。根室寺は戦国時代にですね、根来衆かなりの武装宗教集団だったそうですけども、秀吉にね焼き討ちされるまではかなり広い勢力を誇ってたみたいですね。スタートしてからちょうど1キロぐらいですね。標高は150メートル。尾根筋のね気持ちのいいトレイルですね。ベンチ。この辺りが道幅の広いトレイルに出ました。木漏れ日が気持ちいいですね。西展望広場到着しました。ここは見晴らしいいですね。ベンチもあります。さあそれでは引き続き進んでいきます。今距離が 1.5 キロ、標高は220メートルぐらいですね。分岐になってます。ヤマップでは右がコースになってるんで、こっちから行きます。ここもベンチがありまして、向こう町並みが見えますね。ベンチのあるここは分岐になってます。 G 地点、ここですね。今回はちょっとこのわんぱく回廊という方を通っていこうと思います。気持ちのいいトレイルコースですね。地元の方がねお散歩されてることも多いので、すれ違うサイトがね止まってすれ違うようにしてくださいね。今日も当初はね天気予報があんまり良くなかったんですけど、見事に晴れましたね。気持ちいいです。おはようございます。います。近くにこんな山があるといいですね。私は大阪市内のね街中に住んでるんで羨ましいです。道路に出ました。先ほどの分岐は右の方へ行きます。こちらにも分岐ありますね。公園になってるんでいっぱい分岐がありますね。本当に人が多くてですね、地元の方に愛されてるところなんだなというのを実感しますね。ここも分岐になってます。この上から行ってみましょう。なんかの巣箱があるな。ちょっとここは上りです。いやちょっとクモの巣がすごいですね。ちょっと手でクモの巣かき分けながら行こうか。この尾根沿いの気持ちいいルートですね。分岐出てきました。ここ左の方ですね。向こうに駐車場が見えてますね。こちらの方に行きます。はい、こちら管理棟の方ですかね。駐車場もありまして到着しました。こちらにお手洗いもあります。
さあ先ほどの管理棟の裏からまたトレイルに入っていきます。このスカイライン大地点ですかね。ちょっとここをまずは目指していきます。これから登るピークは根頃両渓峰、あと根頃山の2つです。奥には林道か。ちょっとここ分岐がありますけど分かりにくいですね。とりあえず東尾根コース、そっちの方進んでいきます。元気の森はね公園になってるんで、登山アプリなんかに載ってないコースが結構あるんですよね。なので事前に公園の案内図とか写真撮ってそれを見ながら進むのがいいかもしれないですね。はい、ここも分岐です。先ほど枝分かれしたところの道と合流、このスカイライン方面向かっていきます。はい、ここも分岐ですね。そちら右の方林道が見えますね。あそこに N 地点と書いてますんで見に行ってみましょう。はい、ここに N 地点と書いてあります。次は O 地点を目指せばいいかな。O 地点まで220メートル。O 地点はこの先だと思うんですけど、ちょっとねあれあれで入れないですね。なのでここからこの林道でこの P 地点に向かっていきます。林道に出ると向こう見晴らしいいです。O 地点に向かう道はこれかな。さっきの看板のところから右に行ってこっちですね。先ほどのね案内板の書き方が間違えてるんで、ここが正規の道ですね。ちょっとシャドウがきつめでロープもかけてくれてます。この辺りが今日で一番きつい登りやな。分岐到着しました。次はこちら9地点、こっちに向かっていきます。なんか右に怖い橋ある。思ったよりしっかりしてそうか。それでは根頃両渓峰目指して進んでいきます。現在標高が370メートル、根頃両渓峰は386メートルですので、もうちょい上りですね。ここから尾根沿いだと思いますんで行きたいと思います。ちょっとね稜線に出ましたんで風が抜けますね。先ほどまではめちゃくちゃ暑かったんですけど、ちょっと涼しくなりました。木の間から景色が見えてますね。海まで見えてますね。ちょっと下ります。ベンチ、ここから見晴らしいいですね。稜線上で気持ちいいですね。めちゃくちゃ景色いいです。こっちはここ分岐になってますけど、これ右行くと根頃両渓峰ですかね。こっちの上かな。ちょっと行ってみましょう。仙南の海が見えるって書いてあるな。さあもうちょっと。根頃両渓峰到着しました。標高は385メートルって書いてますね。向こうに海見えます。両方がの景色が見える峰って書いてますけど、景色はあまり良くないですね。次は根頃山目指していきます。もうそんなに距離はないと思います。この辺りはちょっと尾根が痩せてますね。この上が根頃山かな。根頃山山頂到着しました。三角点って書いてあるな。根頃山標高 381.7 メートルです。ただいま距離が約 4.5 キロ。これとかこれは三角点じゃないです。境界ですね。三角点はこちらですね。次はここから R 地点に行って、この辺り景色が良さそうなんでそちらに向かおうと思います。それでは下山していきます。こちらのすすき尾根方面ですね。こちらに向かっていきます。展望最高って書いてあるな。向こう視界開けましたね。いい景色。
ここかな、ベンチがあって、いい眺めですね。気持ちいいです。このすすき尾根の稜線も気持ちいい下りですね。木の隙間からね、向こうに景色が見えながらの下りなんでね、ちょっと爽快感ありますね。すすき尾根を下まで降りると池があるみたいなんで、その池のところから根来寺の方に向かっていきます。下の方に池見えてきました。この辺りはね、ちょっと道幅も狭くて落ち葉が多いんでね、足元気をつけてくださいね。尾根から谷筋に降りてきました。もう池はすぐそこのはずです。ちょっとうっそうとしてますけどね、ここ分岐になってます。左と右とあります。ちょっと右の方行ってみましょう。左側に池がありますね。あまり綺麗な池ではないけどね。さあ、ここ分岐になってますけど、ここを右に行きます。そして根来寺の方に向かっていきます。この辺りはあまり人通らないでしょうね。踏み跡がちょっと不明瞭なところがあります。はい、ここも分岐 T 地点、西尾根から降りてくるとここに降りてくるそうです。ちょっとうっそうとした感じですね。全く人の気配はないです。草ぼうぼうって感じやな。なんか出てきたかな。今日そこ林道になってるんで、昔は車も入ってたんでしょうね。根来寺の裏あたりまでやってきました。身代わり不動産、根来寺の駐車場戻ってきました。こちらに岩出市民族資料館あります。それでは根来歴史の丘に戻っていきます。旧和歌山県議会場です。今日はなんかイベントをやってますね。戦国時代はすごかったみたいですね。根来歴史の丘戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に根来歴史の丘に戻ってきまして、いや今回のコースはね、元気の森の中、公園でね整備されてるんで、すごいコースが良くてね、初心者の方にも安心かなと思います。お近くの方はもちろんなんですけどね、遠方の方はいろいろ根来寺の観光とか、あと和歌山の方のね観光を兼ねて、隙間時間にねサクッと行けますんで、来られたらいいかなと思います。でまたトレーラーに役に立つ動画、コース紹介の動画等をアップしていきますんで、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただければと思います。で動画が良かったら高評価もよろしくお願いします。ではバイバイ。根来歴史資料館、黒沢牧場、ソフトクリームに黒蜜トッピングしました。